Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. はい、いつもお世話になっております。ワンツブチャンネルです。で、今日はですね、アリの引っ越しをちょっとまたしていこうと思ってまして、で、今回使っていくのが、この飼育ケースなんですね。で、これ S チランチアさんで先日購入させていただいた、小さい小型の巣なんですけれども、これね、初期コロニー用の巣です。例えば、黒オワリを採集してきて、で、女王アリから飼育を始めるときとかですね、そういったときにすごくこれ、使いやすい巣になってまして、で、これね、この上のところを取り外すと、これね、ガラスの、こんな感じで板がついてまして、で、この中にアリを投入して飼育ができるようになってまして、でこれ、この映像的に見ると、こっちの右側のところ、ここがですね、湿気を含ませる綿が入っているところですね。湿気を含ませる綿が入っているところで、で、こっちの左側の方が、アリを住まわせる場所になってます。で、ちょうどね、ここの間仕切りのところに、仕切りが入ってるので、加湿もしやすくなってるっていう感じですね。で、一応こういう構造なので、巣自体が湿るわけではなくて、湿気がね、この中に充満して加湿されるっていうような、そんなイメージですね。で、ここに、あとですね、ギミックがついてて、これが餌場ですね。餌のお皿になってて。でこれね、2つ、つけましたので、これを、こうやって入れ替えながら、飼育をね、していこうかなと思ってます。はい。で、あと巣が成長したら、ここの左側にね、接続の、穴も一応設置されてますので、拡張性もちゃんとついてます。なので、初期コロニーのね、安定用に、あとは観察用にすごく適してるんじゃないかなと思ってますので、ちょっとこれをね、アリを投入していこうと思ってます。はい。じゃあ早速やっていきましょう。はい。ということで、まずはですね、ここの綿のところを加湿していきます。ちょっとどれくらい加湿すればいいかわからないので、一旦これくらいでやってみましょう。で、あとはね、アリを用意しましょうか。一応こちらがね、導入するアリなんですけれども、ちょっとこれ冷蔵庫から今出してきました。冬眠させてるアリですね。2年目のコロニーになるので、すごく小さいコロニーなんですけれども、ちょっと久しぶりに開けるのでね、生きてるかどうかすごい不安です。でもこの前と違って起きてますね。これカラフト黒オオアリです。はい。これをね、今ちょっと冬眠から目覚めさせて産卵開始させようと思ってますので、ちょっとね、こっちの元々の既存のケースがちょっとカビだらけになっちゃったのでね、ちょっとこれを変更していこうかなと思ってます。ちょっと引っ越ししていきましょう。ちょっと落としちゃいますね。じゃあ一応これで投入ができましたので、蓋しちゃいましょう。こんな感じで大丈夫ですね。はい。じゃあちょっと餌を与えてみましょうかね。多分お腹空いてると思うので、今回もプロゼリーですね。プロゼリーをちょっと、与えてみます。はい、ということで一応この巣にもしっかり定着してくれたみたいですね。
で、ちょっといろいろと考えてみたんですけれども、やっぱ餌場をちょっとつけてみようかなと思ってます。はい。というのもね、新女王だったらもうこのままで全く問題ないのかなって思うんですけれども、やっぱコロニーとして今成り立ってますので、餌場をつけて、餌を持ち運んだりだとか、あとはゴミを出したりとかっていうのがね、このままだとちょっとできないので、ちょっと衛生的にどうかなっていうのが思ったので、ちょっと今回はあらかじめもう用意してるいつもの餌場をちょっと取り付けて、でこれでちょっともう管理していっちゃおうと思います。なのでちょっと取り付けちゃいましょうか。はい、一応こんな感じですね。で、もともとちょっと持ってた餌場なので、ちょっとここのね、段差ができちゃってますけれども、ちょっとこれはこれで、一旦これでちょっとやっていきます。じゃあ早速ね、こっちの方にも餌を入れてみて、実際、冬眠明けのアリたちが餌を食べてくれるか、ちょっと確認してみましょうか。はい。はい、ということでね、引っ越しからだいたい2ヶ月くらい経ちました。はい。引っ越しした時にちょうど冬眠から開けさせたんですけれども、あれからね、産卵もすぐにしてくれて、で、幼虫も成長して、今現状ね、繭が5個くらいあるのかな。はい、そんな状態です。で、幼虫もね、結構成長してきていて、すごく、いい感じなんじゃないかなというふうに思ってます。で、このケースについてもね、2ヶ月使ってみましたので、全くね、問題なく使えるってことが分かりました。で、カラフトクロアリ自体は、その湿気を好む種類だと思うので、やっぱりね、このケースの中でも一番湿度が高いところ、一番端っこのところですね。そこに固まっているのが確認できますね。なので、カラフトクロアリとかクロアリとか、そういうね、湿度を好む種類については、もう少し湿度環境が高くなるケースで飼育してもいいのかもしれないですけれども、これでも全く問題なく幼虫も成長してくれてますので、問題はないのかなと思います。はい。飼育管理すごいしやすいのですごくおすすめですね。で、今なんですけども、今横にね、透明のケースをつけてますが、これ餌場ですね。で、やっぱ飼育してると、働きアリがいる頃については、やっぱ外に餌場をつけた方が餌の管理しやすいですね。はい。こっちの手前にね、緑色の餌のお皿がついてますけれども、こちらについてはあまり使わなかったです。働きアリがいなくて、女王アリだけの時とかは、これがあってすごくいいのかなとも思いますけれども、一応そんな感じです。カラフトクロアリってやっぱ難しいって言われてて、卵もね、産卵をね、なかなかしてくれない、数を産んでくれないっていう風な話もよく聞きますので、どうかなっていうのは思うんですけれども、今のところね、まだ室内もそこまで温度が上がってないので、しっかり活動はしてくれてます。これから夏場になるので、やっぱりカラフトクロアリ寒冷種なので、そこだけ気をつけないと、ちょっとね、状態が悪化してしまう可能性が考えられるので、これから先ちょっと気をつけながら飼育していこうと思ってます。またね、この後状態がどうなったかっていうところも、いずれね、動画でご紹介できればいいかなと思いますので、その際はね、その動画を見ていただけたら嬉しいなと思います。はい。そんな感じで、今日はこれで以上ですかね。はい。エスチランジャーさんのこちらの小型の飼育ケース、すごく良かったので、はい。で、これね、このケースすごい安いんですよ。はい。値段が880円だったかな。すごく安いので、はい。皆さんもね、ちょっと気になっている方いらっしゃいましたら、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。てな感じで、はい。今日は以上です。Darling, you've got to keep